どうもこんにちは、川口の健です。今日はちょっとこの八ヶ岳の森工房の周辺をご案内しようと思います。昔々森人というねチャンネルを運営していた頃は、森人というだけあって森にも結構フィーチャーしてたんですけど、川口の健というチャンネルになってから、川口の専門チャンネルですので川口ばっかりやってましたけど、この八ヶ岳の中にある工房っていうのも岸沢区の特徴の一つでありますので、周辺ちょっと自然に触れながら紹介していきたいと思います。こちらどうぞ。この工房の入り口、この玄関あるんですけど、ちょっと植栽やったりして、でここに薪があるんですね。これちょっと崩れてますけど、工房は薪ストーブ入ってるんで、冬の間、10月ぐらいから3月半ばか末ぐらいまではストーブつけるんですよ。でそれに使う薪です。でこの薪はここの木を伐採した時に出た木ですね。丸太をチェーンソーで切って薪割りして保管してあります。薪ってこの状態、これ玉切りっていうんですけど、この状態で切ってあるんですよね。伐採した後の木を。でこれを薪割りするんですけど、薪割りしてすぐはね薪ストーブに使えないんですよ。なぜなら湿ってて全然火がつかないんですね。なのでここに薪割りした後のやつを積んで、最低1年は乾かす。夏の間は乾かしておくんですよね。本当は2年とか乾かした方がいい薪になるんですけど、十分乾燥するんで夏の間は乾かしておきます。で今年の分まだやってないので、去年の残りですねこれ。だから今年はまたあそこにある玉切りを薪割りして、ここにバーッとね壁2メートル近くになるまでね全部積み上げますね。岸沢区の MTO のモデルは木の名前をモデル名につけてるんですよね。でいろんな木の名前つけてるんで、全然八ヶ岳関係あってつけてるわけではないんですけど、その中でも八ヶ岳にも普通に生えてる木も中にはあって、もうこの工房の目の前に生えてる木が1本あるんで紹介しますね。この木、これエゴの木といって、英語で言うとスノーベルです。 MTO モデルスノーベルありますね。このねスノーベルって名前なんか語感がいいじゃないですか。スノーベルなんか可愛らしさもあり、爽やかさもありみたいな、そういうネーミングの語感を持ってスノーベルのモデル名つけたんですけど、これですねまだ咲いてないんですけど、花が咲くんですけど、下向きに白い花が垂れ下がるように咲くんですよね。なので雪のように白い花が鈴のように咲くみたいな、そういう意味でスノーベルらしいです。日本名エゴの木のエゴって実がねめっちゃえぐいんですよね。そこから来てそういう感じです。これはエゴの木、他にもいっぱい生えてますけど、これが今工房に前に生えてるのでは一番立派ですね。もう一種類八ヶ岳ここに生えている木、皆さんご存知栗ですね。一般的な食べられる栗です。実際に食べる栗とこの山に生えてる栗でなる実はちょっと違いますけど、これなった実も食べられます。栗といえばチェスナット、外羽のエプロンダービーの靴ですね。あれはカジュアルな感じで、皮の色とかもイメージしてるんで、チェスナット色っていうとマロンの色、茶色の色ですね。でそのイメージでサンプルも作りましたし、色がチェスナットというデザインの靴によく合うなということでチェスナットとつけた感じですね。なので五感ももちろんあるんですけど、これはその色的なイメージ、僕のこの栗に対するイメージ、地肌の感じとかなんかちょっとカジュアルな感じするかなみたいな、というところですね。でここ工房ありますね。でその前が工房前の庭になってます。で工房を建てるにあたってここも前の庭も整備多少したんですけど、割と最近新たにまたしっかりと広げて整備しました。これ地面茶色いんですけど、これ全部ウッドチップですね。さっき伐採した幹は薪にしてたんですけど、枝は薪に、全部が全部するわけじゃないんで、
砕いて地面に撒いてます。土だと本当ぬかるむんですけど、こうやってチップ撒くとちょっとふかふかして、で見た目も均一で綺麗ですよね。っていうのをかなり広い面積バーッとやってありますね。それだけ枝が大量にあるんで一面やってあります。でちょいちょい丸太置いてありますけど、椅子ですね。これもそのうち薪にします。八ヶ岳の麓なのでずっとね山なりの斜面なんですよね。でここも斜面なので工房が一番高くて、工房前はずっと下がってるんですよ。でその後斜めの面って使いづらいんで、ちょっと段々畑みたいにしてるんですよね。で段々にするためにこういう杭打って丸太置いてっていう風にしてこの段を作ってますね。で当然この丸太も伐採した木だし、この杭もここに生えてた木ですね。でその下石垣にしてなんかちょっとファンタジーっぽい雰囲気にしてありますね。この石は建材屋さんで買ってきましたけどね。この木腰油ですね。腰油といえば山菜の王様、工房の周りで採れた腰油、春にはね天ぷらにして食べたりします。これは実際ね、これ植えてます。園芸ですね。これも植えてますね。これイエローラズベリー2個実がなってますね。食べちゃおう。甘っ、めちゃくちゃ甘い。で工房の東側にねドッグラン作りました。うちには犬がいてこんちゃんがいますけど、こんちゃんは別にドッグランじゃなくてもこの敷地内で普通に放し飼いで遊べるんですけど、一応ドッグラン、他の犬が来た時も含めてドッグラン作りましたね。これ木の杭打ちつけて木の柵をやってる、本当簡易的なんですけど、この下にもウッドチップを引いて犬足痛くならないように、泥んこにならないようにしてありますね。じゃあ犬の登場です。こんちゃんおいで、こんちゃんおいで。よし、全然ドッグランには入らないちなみにこんちゃんはドッグランに入る意味がないんでドッグラン全然使わないですね。せっかく作ったのに。よし、こんちゃんこっちおいで。おい、こんちゃんこっちだよ、こっち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 おいで。ドッグラン入って。よし、これでどうぞ出ていいよ、こんちゃん。野山駆け回る。ということで工房の周りのね紹介をしてみました。この八ヶ岳でやるっていうのは何よりやっぱりこの自然の中に囲まれて制作作業に集中できて、そしてリフレッシュもね、休憩時間にリフレッシュもできるっていうのは何よりいいところなんで、最近は山梨にいないいろんなところにね出張しに行くことも多いですけど、森の中の工房での作業時間、そこから生まれる作品作り大切にしていきたいと思います。それではまた。こんちゃんこんちゃん走んないじゃん。